は、決別です。昔、あるお化け屋敷のゲームで遊んでた時にマジックミラーを見つけてびっくりでした。一方から見るとただの壁だけど、裏側から見ると透けて見えるんです。面白いですね。私も作ってみたい。ということで、この動画ではマジックミラーを作っていきます。まずはパーツを出します。そのパーツを適切な大きさに変えます。パーツの固定もお忘れなく。で、この中に Surface GUI というものを入れます。これだけだと何も表示されないので、フレームを入れる必要があります。フレームのプロパティからサイズを変更。こうすることで、表面いっぱいに白いものが表示されるようになりました。これでマジックミラーの見えない側ができました。次は、見える側を作っていきます。まず、マジックミラーのパーツの透明度を変更します。プロパティからトランスパレンシーを探します。0にすると不透明になり、1にすると透明になります。混乱しやすいですよね。ここでは 0.8 にして、微妙に透明にしておきます。これでマジックミラーは完成です。パーツとフレームの透明度は別々に設定できるので、このようなことができるんですね。テストプレイもしてみましょう。めっちゃマジックミラーっぽいですね。フレームの代わりにデキャールを使う方法もあります。試しに作ってみましょうね。枠を作り、その中に絵を貼り付けるためのパーツを埋め込みます。固定をお忘れなく。そして、この中にデカルを入れます。デカルは別の面に表示されているようです。表示させる向きを変更しましょう。プロパティの中からフェイスを探します。これらの項目から別の面に表示させることができます。どれだ？お、できました。オレンジの枠が表示されるのですぐわかります。めちゃくちゃ強調しますねわら。次は表示させる画像を選びます。ウィンドウからツールボックスを探し、開きます。項目からデカールを選びます。誰かが投稿した画像一覧が表示されました。とりあえず、この謎の人物の肖像を選ぶことにしました。カーソルを乗せた時に現れる虫眼鏡をクリックし、点々ボタン、アセット ID をコピー、をクリックします。コピーしたものをデカルのプロパティの、確か、以前はアセット ID の項目がありそこから画像の変更ができたのですがなくなってます。現在はカラーマップコンテントで画像を変更するようです。知らなかった。カラーマップコンテントの空欄をクリック、URL の欄にコピーしたものを貼り付けます。エンターキーで確定、反映されましたね。パーツを選択した状態で挿入を押す方法でも OK。そして、先ほど作ったものと同じように画像を含むパーツの透明度を変更。さっきと同じ値にしました。これで完成。これを置けば、絵の前で立ち止まる人の観察ができて面白そうですね。ちゃんとマジックミラーとして使えてます。ただ、この映像からわかるように、視点を動かすとマジックミラーを通り抜けてしまい、バレちゃいますね。もともと視点は、透明度の高いパーツをすり抜けるように設定されています。そうならないよう、この空間の設定を変えてみましょう。まず、テストプレイをします。その状態のまま、エクスプローラー内にあるプレイヤーモジュールを探します。選択し、これをコピーしましょう。テストプレイを終了します。コピーしたものをスタータープレイヤースクリプツの中にペーストします。プレイヤーモジュールの中に入ってるものを開いていきます。カメラモジュールを開き、さらにその中にあるズームコントロラーを開きます。ポッパーをダブルクリック。
そうすることでスクリプトが開きます。コントロールと F キーで検索欄を出し、キャンオックリュードと検索。196行目のこの部分を見つけましょう。0.25 と書かれた部分を1に変更。こうすることで透明なパーツでも視点が通り抜けなくなります。試してみましょう。通り抜けなくなりましたね。これでバレなくなりました。あともう一つ注意しておきたいのが、影。これを見てください。地面に落ちた影に穴が開いてます。透明度の高いパーツは影ができないようです。ある程度不透明度を上げれば影ができます。それか、この世界の影を消し去る方法でやり過ごすこともできますよ。グローバルシャドウのチェックを外すことで、消えますね。これで気づかれない。マジックミラーについて調べていたのですが、明るいところでは向こう側が見えないけど、暗いところからなら透けて見える性質があると知りました。それが再現できたら面白そう。ちょっとした装置を作ってみましょう。二つの壁に光源をくっつけ、それを隔てるように壁を立てます。真ん中の壁の両面にフレームを表示させます。マジックミラーっぽくしたいので、フレームの色を黒にします。ライティングの設定から世界を夜にします。これらのパーツを一つのモデルにまとめ、それぞれに名前を付け区別します。そしたらスクリプトを書きます。二つの光源の一方を消してもう一方は光るようにし、それを交互に繰り返します。その間マジックミラーのフレームは光源がある方に表示され、もう片方には表示されないようにします。さあ、どうなったんでしょうか。おや、これ逆っぽくないですか？明るい方のマジックミラーが透明なので、逆ですね。フレームの透明度を入れ替えて修正。こういうのでよく混乱します。私が求めていたものはこれです。なんかしょぼいですね。周囲が真っ暗だったら雰囲気があったかも。これを使って、向こう側の部屋が見えなくなっている間に物を隠したり移動して、何がどう変化したのかを当てるゲームとか作れそうですね。このギミックを使った面白いゲームを思いついたら作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。